見えないんですけど、歌。画面が見えないんですけど、ぐーちゃん。しょうがない。うん。はい。はい。くたちだ。見失った。あれ。はい。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバババババンババンバンバアビバビバビバババンババンバアビバババはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと、かつお節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、紐を止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、白ちゃんのグレーのグーちゃん。画面に収まっておりませんが、白黒のクータくん、チャトランのマサルくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうことを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。北海道さん、ご無沙汰の北海道さんです。藤子さん、皆さん、こんばんはです。ふにいた眉間にシワが寄ってるそうで、今日はさっきプレミア公開中にゆりさんがここに乗っかって、上からおしっこしゃがって、スプラッシュおしっこ。食らわされたんでな。掃除しつつのね、配信でございましたよ。フニータは無事でよかったな。というわけで、1日1個、ネゴに関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。たまちゃん。ジャスティース。ずーっとそこで見てんのな。食べないのかな、たまちゃんはな。今日も塩入りのお湯かな。はあ、
まあまあ暑いかな。今日はジャスティス用のお湯が足りなそうと思ったんで、夕方にちょっと沸かしたんでね、まだまだ高い感じの塩入りのお湯。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。さて、昨日と打って変わって閑散としておりますね。そんなもんでございますよな。今日は何の話しますかっていう感じな。今日はね、フニータ作りのワークショップっていうのかな。フニータ作り教室だったんだよね、結構ね。だけどさ、その教室ページのさ、Google マップがなんか場所がまた変わっちゃったみたいなんだよね。なんかね、Google マップ最初の頃はさ、全然場所が違ってたんで、もう手書きのっていうのかな。普通にマップの画像にさ、印つけて、で、ここだよっていう画像を貼り付けて、でね、ご案内してたりとかしたんだけどさ、まあね、正しいところ、今はさ、指してくれてるみたいで、みんなちゃんと来るんでね、大丈夫だなと思ってたんだけど、なんか今日の人は迷ってるみたいな感じだったんでさ、なんか、みたいな感じだったんだけど、本当にね、終わってから確認してみたら、やっぱりね、全然違うところ指してて、何これと思ってさ、なんで急に突然違うとこを指すようになるんだろうっていうのかな。参ったよっていうね、感じでした。で、まあ、修正、申請して、まあ一応治ったっぽいんでね、まあよかったよとは思うんだけどさ、まあ今日のね、生徒さんにはちょっと犠牲になってね、してしまって申し訳なかったなっていう感じ。ガニタンさん、じゃあ、どっから作ったっけ、北海道さん、スプラッシュ、ジャスティス。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。北海道さん、お久しぶりです。北海道さん、今日は子供の日ですね。あ、そうだ。今日はね、柏餅が30%引きのシール貼られたんでね、なんとなく買ってしまった。あ、そっか。もしかして子供の日終わったのかとか思っちゃったんだけどさ、よくよく考えたらまだ今日子供の日だったんだよね。だから、でももうそろそろ終わりっていうことだもんね。じゃあ、変えといて、よかったかしら、みたいな感じで。今日はさ、そう、柏餅買ったんだけど、ただやっぱり柏餅って昔に比べたらだいぶ小さくなったよねっていう感じ。なんか前は一応さ、柏の葉っぱがでっかいから、まあ中身見えないといえば見えないかもしれないけど、でももうちょっと見えたんじゃないっていう感じだけどさ、今の柏餅なんか明らかに中見えないからさ、なんかちょっと切ってあるっていうの、先っぽの方を切って、なんかね、葉っぱをちょっと小さく加工してね、並べてある感じでさ。だから30%引きのシール貼られてるけど、なんかあんまり大してお得感ないんだよね、みたいなね。なんかそんな感じの柏餅でしたね。結局まあ買ってきただけで、まだ食べてないんだけどって感じな。北海道さん、カニタンさん、ご無沙汰です。カニタンさん、授業の準備は順調ですか？そうでした。ピョンさん、ジャスティス。ヨッシーさん、ジャスティス。淡路島、見ました。ありがとうございます。帰宅した日は、ぐっすり眠れたのではないですか？そうそうね。眠くて、ライブ休んだもんな。さすがにな。北海道さん、ぴょんさん、おばんです。藤子さんはどんな子、後で言えないけど、子供かな。子供でしたか？どんな子供って言われてもざっくりしすぎててさ。ざっくりしてて何を話したらいいのかちょっと難しいな。わからないな。
何を聞きたいのかなっていう感じだな。で、あとは今日風が強いね。なんか今すげえ風強くて、明日お出かけなんだけどさ、明日お出かけなんだけど、風強いんだよね。いやーと思ってさ。で、まあ天気もあんまり良くないみたいだけど、ただ最初の予定では雨の予報だったからさ、雨の予報からまあ曇りにはなったところがさ、まあ良かったなとは思ったんだけどさ、風強いんじゃさ、と思って。なんか船に乗るらしいんだけどさ、船転覆するから中止とかさ、なんないいやーね、みたいなね、なんかね、最近お出かけすると悪天候にね、見舞われてしまって、ちょっとなっていう感じね。ねえ、北海道さん、ざっくりしてるよな。北海道さん、今日の東京の気温は夏日でしたね。なんかね、数字だけ見るとさ、そうなんだけど、なんか北風なんか風が冷たいかなっていうので、まあ、ここ数日、昨日ぐらいは、まあね、あったかかったみたいだけど、なんか今日風が強くなってきて、その風がさ、冷たいんだよね。なんかその数字だけ見るとさ、あったかそうなんだけど、だから今日の朝も寝てるとき寒くてね、寒くて起きたっていうのかな。どうしようかなと思って。なんか上着着ようかどうしようかって散々悩んだ挙句そのまま寝てたよって感じでね。まあここのとこずっと朝方ね、なんか寒くて目が覚めるようなね、なんかそんな陽気を、なんかね、数字だけ見るとあったかそうなんだけど、体感がね、なんかそうでもないんだよね。北海道さん、最近気づいたのですが、えーと、気づいたのですが、北海道さんはアレルギー体質みたいです。小麦の取りすぎなんじゃないのか、それはな。で、あとは、なんだっけ、今日の話は、踏み板作りやって、Google マップが間違ってたってやつな。で、あと今日来た人は、なんだろう、意外と面白かったっていうか、ストア化っていう、ポータルサイトっていうんだっけに、載せてるんだけど、そこの先生を前はやってた人なんだって。で、やってたんだけど、ちょっと先生はお休みして、そのストア化ってサイト、今ね、いっぱい講座があって、でも何でもあるからっていうので、それで楽しんで利用してる人もいるぐらい、なんかすごいたくさん今あるんだよね。私は初期のね、立ち上げのね、先生ありませんかっていうので、ね、入ったんでさ。で、自分は生徒でやった経験がほぼないのでね、なんか今どうなってるのかっていうのはさ、あんまり知らないんだけど、なんか生徒さんの話だと、ストア化ってなんか講座がいっぱいあって、もう楽しくてとかっていう人がさ、まあいるんだけど、で、今日の人は先生を実はやってたんだけどっていうのでね、なんかちょっと先生をお休みして、まあ自分が興味のあるね、講座は片っ端から全部受けた。で、しかも、そのストアカっていうサイトに載ってる講座全部見たっていうか、すごいなと思って。すごいですって。全部見ましたって。ただ、どんどん増えるから、途中から増えたのはちょっとね、取りこぼしてるのも、まあね、あるとは思うんだけど、でも全部見ましたとかすっげえなと思って。でね、だからまあそれでうちも受けてくれたのかなと思ったんだけど、まあ今回のはね、それなりに興味がやっぱりね、受けてくれたみたいでね、満足して帰ってくれたんで、よかったよっていうね、感じだったんだけどさ、いやー、すごい人がいるもんだと思ってな、感心した感じでございましたよ。またもうここのとこずっとね、動画の編集に、なんだ、明け暮れてたから、
ね、疲れがどっと出たのか、どうだか知らないけど、眠くて、みたいなね、気づいたらこんな時間になってたみたいな一日かな。あ、違うよ。アーカイブじゃねえ、あれだ。あの、プレミア公開。プレミア公開がね、1時間の動画だったからさ、ね、8時に始めてさ、終わったら9時だったわけよね。だから、あれもう9時だと思って、9時になると今度は10時からのライブがそろそろだなって思うからさ、ねえ、もう10時だと思って、で、10時になるともう終わりじゃん、1日。だからなんかね、今日1時もう終わった、みたいな。そんな感じ。北海道さん、藤子さんに質問です。腕時計してますか？はい、してません。で、あとは何の話する？今日は日曜日だね。なんか曜日感覚がわかんないんだよね。で、昨日が土曜日だったんだっけ？だから土曜日なんで、段ボールのゴミを出したか。段ボールのゴミ出しをしたんだけど、今日は Amazon で買った荷物が届いて、Amazon って多分さ、もう倉庫の中に段ボールに詰めてさ、で置いてあるんだよね。で、注文が入ったらそれを発送するみたいなさ、多分そんなシステムなんだよね。だから一個一個さ、荷物、段ボールに入ってるわけよ。だから昨日やっとさ、段ボールの方に出したっつうのにさ、また今日大量に段ボールが届いてな。なんかもうさ、これ開けるのがさ、大変なんだよねっていう感じね。北海道さん。先週腕時計を買いました。よかったね。北海道さん、アマゾンで何を買ったんですか？はい、土を買いました。ね、土をとりあえず買っといた。買えるうちに買っとけと思ってな。物流がまだね、滞ってないうちにな、買えるものは買っとけ、みたいな感じで、土をとりあえず買っておきましたね。植木鉢というか、一応プランターね、でっかいプランターも買っといたんで、だからプランターもさ、一個一個箱に入ってるわけよ。同じ大きさのさ、同じプランターをさ、2個買ったんだけどさ、だから重ねてくれればさ、1個の箱に収まるんだから、もう1個口でいいのにさ、わざわざ1個1個箱に入ってっからでっかい段ボールにさ、ね、2個口で届くわけよ。で、それの段ボール捨てたと思ったら、また今日届いてな、今日は3個口だよっていうのでさ。で、土重いからね、あれ箱開けるのもなかなか、だから玄関の中に入れるのもなかなか大変だったんだけどね。それでもうぐったり。なんか今日はちょっとやりきったみたいなね、感じ。その重いでかい箱をね、家の中に、収めたのが、俺すごいっていうのでな、なんかやりきった感があるよ。北海道さん、確かに、アマゾンで買うと、段ボールの無駄な空間が気になります。そうそうそうね。で、同じものなのにさ、段ボールの箱の大きさも違うわけよ。すんごいでっかい箱に入ってるやつとさ、まあちょうどいい箱に入ってるやつとさ、あってな、もう無駄にでかい箱に入ってるやつってさ、中に動くからさ、まあ、運びづらいな、みたいなね、感じ。はい。北海道さん、プランターって良いっすね。まあ、畑がないからね、うちはね。あとなんか自分でできることっつったらさ、でっかいプランター買ってそれを畑にしてね、植物育てるしかないかな、みたいな感じでさ。で、まあ、プランターもさ、ね、栄養がなくなっちゃうから、バイオドだとね。だからそこでちゃんと循環して、
ね、永久的にね、育てられるような、土作りをしたいと思って。で、金ちゃんプランターをまたね、次回やるように、プランターだけとりあえず購入しといたんで。で、培養土は栄養が入っちゃってるから、栄養がある土だとその金ちゃんプランターは作れないんで、だからひとまずは、普通のね、植木鉢っていうの、を何個か買って、で、今ね、苗育ててるやつがあるから、それが無事に育つかわかんないんだけど、無事に育つのを期待して、それに使おうかなっていうふうにね、思ってる感じで、とにかくまだ頭の中整理ついてないんだけど、ひとまずプランターと土は必要かなと思って、買っといた感じでございます。ヨッシーさん、確かに Amazon は無意味に箱がでかいね。だからもう多分さ、段ボールの箱に入れて保管してんだよね。で、注文するとそれをそのままね、送ればいいみたいな、そういうシステムなんだろうなって思ってる今回な。北海道さん、俺、ヨッシーさん、北海道さん、ナイスパー、カニタンさん、ニャイスパー、ね、みんな、ほら、スパチャ投げないとコメントしてくんないから、どんどん、定期的にスパチャを投げてください。スパチャ誰かが投げてくれれば、みんなナイスパってね、コメントしてくれるので、定期的に、スパチャを投げてください。はい。じゃあ、あとは何の話しますか？子供の日か。子供の日。子供の日で、なんか、虫歯がなんでできるかっていう YouTube を見てたかな。で、それが子供の日だからっていうので、その話題にしたらしいんだよね。いや、そうなのかと思って。要は子供の時に一定期間ね、虫歯になりやすいっていうか、なんかその期間があるんだよね。で、それの話をしてたみたいだけど、ちょっとうとうとしながら聞いてたんで、その期間がいつだ、その期間のことを何て言うかっていうの忘れちゃったんだけど、前に他の歯医者が説明してる説明を聞いてたんでね、そういう時期があるらしいってことは知ってたんで、その話してるのかなと思ったんだけど、今日は子供の日なのでこんな話をしましたって言ってたからさ、子供の日だからそうなのって思ったんだよね。ヨッシーさん、大阪行っている間は、猫の餌はどうしていたのですかね。だから今回はさ、人にさ、お願いしなかったわけよ。前はね、1日以上、間が空く間は一応ね、誰かしらにお願いして、トイレのね、世話と、あとご飯と水ね、交換、お願いしてたんだけど、にゃんこがさ、かなりね、おしっこをさ、するようになっちゃってるからさ、うちの中もね、そこそこ匂うんでさ、綺麗にしてはいったけど、だから最悪人に頼めるように部屋の中は綺麗にしてはいたけど、でもどうしようかなと思って、1日だからね、と思って、なんか2日以上だったらやっぱりね、誰かに頼もうかなと思ったけど、基本1日ぐらいだったら大丈夫なはずなんだよね、と思って。で、うちの場合5匹だからっていうのはあるんだけど、逆にね、1匹だけの置いていく時よりも、5匹いるからねっていうので、寂しいっていう感覚はないだろうなっていうか、そもそもないのかもしれないんだけど、猫にはね。そういう感覚はないのかもしれないんだけど、なんとなく自分の感覚として、なんか一匹で家にずっとね、いさせるのは、なんか寂しいんじゃないかとかってね、気になっちゃって、自分が旅行を楽しめない感じなんだけど、幸いうちは5匹いるんでね、その辺は解消されてるんだけど、人にお願いするのにちょっとね、ゆりさんのおしっこ問題があるんで、ちょっと頼みづらいなっていうのがあって、
まあ一日だからなっていうのでね、一応、お皿に乗るだけ山盛りにして、ご飯はね。で、お水はまあ今一箇所だけでっかいのが置いてあるんだけど、二箇所にしてね、まあ一箇所もしお水汚れちゃってもね、大丈夫なように二箇所に置いて、でね、ありったけの、おしっこシートを、敷き詰めてで、出かけましたみたいな感じ、今回ね。だから今後ちょっとあんまり長い、外出はね、できないかなっていう感じかな。まあ、それで人にも一応お願いする感じかなっていう感じがね。と、北海道さん、虫歯カニタさん、ナイスパな、ほら、ね、スパチャ投げてくれると、カニタさんがナイスパって言ってくれるから、定期的にスパチャをお願いします。よしさん、出た北海道さんの連続スパをみんな期待してるぞ。みんな期待してますよ、北海道さんね。出番だな。てんたまさん、帰ってきました。北海道さん、ニャイスパ。続けて、ニャイスパ。ほら、な。スパチャ投げてくれると、みんなコメントしてくれるから。期待大だな。で、あとは、なんだったっけ。旅行中の猫の世話か。ね、なんかちょっと人にお願いするのも、なんか申し訳ないかなっていうのと、あといつもお願いしてたさ、中学時代の同級生が、まあ、うつがちょっとひどいみたいでね。だからこの前のキュンパスの時もさ、一応ほら、二人、ね、ペア券だったから、二人受けられるんでね。だから、駅弁作り当選したんだけど、行くって声かけたら、いや、今ちょっとうつ状態が、激しいんで、なんか、あの、約束はできないんでやめとくって言われたんだよね。だからそれもあって、そこでね、猫のお世話をお願いしたら、ちょっとね、プレッシャーかなと思って、で、今回はちょっとお願いせずにね、行った感じでした。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もしぶとーくやっておりますよ。けんたまさん、大吉さん、こんばんは。では、タロットカードタイムかな。いよいよな。では、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、あとは何だったっけな。今日は、スーパー行ったんだっけ。納豆が30%引きになってたから納豆買ったんだったっけな。で、あとなんか買った気がするんだけどな。一応野菜と思って、野菜と思って行ったんだけど、野菜買わずに何買ったっけな。納豆まだあるけど、ただ30%引きのシール貼られてたんで、でね、冷凍庫に入れとけばいいかと思って、納豆は買っちゃったんだよね。ただまあ、納豆菌ってそういえば冷凍したらどうなるんだろうと思って、ちょっと調べてみたんだよね。あ、そっか、納豆と柏餅買ったんだ、今日はな。で、調べてみたら、納豆菌は冷凍しても問題ありませんって書いてあったんでね。じゃあいいやと思ってさ、納豆を冷凍庫に今日はしまいました。てんたまさん。うつか。メンタルは、これは難しいですよ。まあ、原因はあれなんだよね。甘いものなんだよね。甘いものの食べ過ぎなんだよね。北海道さん、プッ
とす納豆。はい。騙されてしまった。カニタンさん。今日は東京に戻ってきたのですが、そっかそっか。足がむくみまくってます。藤子さんのバス乗車時間はすごく長いので、大変だなと思って見ていましたね。気が狂ってるよな。ほんと気が狂ってるよな。よしさん。友人が鬱ですか？今多いですね。あ、そうね。仕事、人間関係で全体の 2% が鬱らしいです。あ、そんなもんなんだね。50人に1人。ね、もっといるかと思ったけど、思ってたよりはまあまあ、私が思ってたよりは少ないかな。北海道さん、大丈夫。鬱は普通です。確かに。確かにな。ね、だから別にね、鬱だからなんとかってわけじゃないんだけど、にゃんこのお世話をね、それでね、お願いしちゃうと、いけないかもしれない。でも猫のことだから行かなきゃみたいなさ、なんか変なプレッシャーかけちゃうかなと思ってね。まあそんな感じで、今回はお願いするのやめといたみたいな感じでした。そうそうね。だからさっきのコメントでさ、大阪に行った日ですかっていうふうに言われてさ、ねえ、そうだけど。そうだけど、と思ってね、約12時間バス乗った後な、1時間も経たずに今度は高速バスに2時間半乗ってな。で、なんだっけ、淡路島でな、どんくらいだった ?3 時間ぐらいいたのかな。で、また高速バスで2時間半とは言ってもね、今度は雨と渋滞でさ、ね、帰り遅れたんで、3時間ぐらい高速バスに乗って、でね、まだ晴れてたら大阪の観光するつもりでいたからな、狂ってる。狂ってるよって感じだ。でもまあ、雨降ってたし、で、アカウント乗っ取りアタックにね、攻撃されてる真っ最中だったんでね、なんかそれをやってたんだよね、実はね。で、それに時間取られちゃってて、で、あんまり大阪をね、散策する時間がなくみたいなね、状態だったんだよね。普通は普通。てんたまさん、カニタンさん、夜行バスは足、すごくむくみますよね。ねね今回乗ってみて、そう思いました。北海道さん、俺も鬱だよ。憂鬱。よしさん、確かに鬱は普通なのかも。人間らしい現れね。そうそうそう。ね。北海道さん、ヨッシーさん、そうそう。うつよりもアルコールやばいっす。アル中か。てったまさん、うつとか生み出すストレスは人類の、解決すべき問題と思います。まあ、それには社会、世界が変わらないとな。北海道さん、時々めちゃめちゃ飲みます。飲みますかな。そういえば、カラカラさんの動画見てないな、最近だ。最近見てないけど、さっき見たのが、なんかね、チック症の動画が出てきてさ、そっか、それでなんで見ようかなって思ったのは、手術で治す方法があるらしくって、で、手術を受けた結果みたいな、そんな動画だったんだよね。だから、へーと思ってさ、まあ、チックの人は大変だよなと思ってさ、だからそれに比べたらな、もうそれこそうつなんかさ、
一応ね、5体満足なんだからさ、もう全然マシだなってさ、思っちゃう感じのね、病気だよな、なんてふうにさ、思ってたんだけど、それの手術があるらしくてね。で、あまりにもひどいそのチックの人がね、その手術を受けるって決断して、で、その手術が、一応頭をちょっとね、どこ言ったかわかんないけどさ、まあ、切開して、で、大脳に電流をぶっ刺して、で、電流流すらしいんだよね。で、結構すごい、手術になるらしくって。でね、全身麻酔で、まあ、その手術受けて、で、まあね、その麻酔かかってる時にそれはされてるんで、わかんないんだけど、ただその手術受けた後に、やっぱり体が痛くてっていうのでね、まあ、電気流されてっかんね。すっげえなと思って。で、結果それで治ったかっつったら治んなかったんだよね。いやーとか思ってさ、まあ、そんな動画をさっき見ててさ、いや、それに比べたらな、もうこの俺のな、ご老体、ご老体なんかもう全然な、5体満足なんだからもういいなってね、なんかもう本当思いましたよね。と、天玉さん、北海道さん、アルコールで解決、かっこいいそうだな。かっこいいな。ヨッシーさん、ストップ、ありがとうございます。北海道さん、打つよりハラスメントって、めんどくないですか？ハラスメント、打つとハラスメントはなんか全然違う話だ。全然違う話だな。天玉さん、チック症の女の子をマウスピースで、直す動画に感動しまして、ああ、そうなんだ。マウスピースで直せたらいいよね。直った方がね、北海道さん、セクハラ、パワハラ、モラハラ、程があるか。なんだっけ、何にも程があるだったっけ。それの世界だな。北海道さん、カスハラ。ね、なんかハラスメントっていう言葉をあんまり軽々しく使わないでほしいってその英語圏の人が言ってたよね。なんかハラスメントってね、もうかなりやばい状態のことを表現するらしいんだよね。だからなんかそういう日本人がなんとかハラスってね、もうすぐハラスメントって言葉使うけど、もうね、本当やめた方がいいよみたいなね、こと言ってたな。セクハラ。まあ、セクハラはね、パワハラもあるよね。そう、モラハラはね、辛い。モラハラ夫だったから私はそれにね、かなり痛めつけられて、もうね、限界で逃げてきたので、モラハラ辛いっすよ。北海道さん、カスハラ。カスハラってなんだろうな。カステラハラスメント。カステラいっぱい送りつけてくれる。ありがとうございます。ありがとうございます。冷凍庫いっぱいカステラにしたい。カニタンさん、マウスピースって、予想外の効果があるのですね。ね、そうだね。マウスピースでチックが良くなったらいいよね。ヨッシーさん、パワハラ、セクハラを行っている人は、自分がハラスメントしている自覚がありません。そうだね。教えてあげる必要があります。パワハラ、セクハラの人に教えるっていうのはな、ね、当事者は言えないもんね。だからハラスメントになるわけじゃん。だから教えてあげる人って誰だろうね。誰だろうね。はい。じゃあ、ストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカードを今の私たちに必要なメッセージいただこうと思い
ます。はい、じゃあいきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん。と、目が見えないカードだね。なんか今の話してたのと、なんとなく近い感じの絵柄が出てきたな。なんか目が見えないとかさ、なんか不自由な感じのカード出てきたな。大輝さん。はい。LINE デリアストップ。ねえ、LINE デリアストップ、一時のブームだったな。一晩限りのブームだったな。てったまさん、カニタンさん、女の子がマウスピースで畜生を克服する動画があって、感動したのですが、消えてます。そうなんだね。残念だね。北海道さん、藤子さんの前髪の分け、分け目がめんこい。ありがとうございます。前髪伸びたんだね。邪魔なんだな。邪魔なんだ。はい。シャムリーさん、カスタマーハラスメント。カスハラってカスタマーハラスメントってことなんだ。カスタマーハラスメントっていうのは、あれか、お客さんが店員に対して文句言うみたいな、そういう感じの、ハラスメントのことなのかな。てんたまさん、トゥレット症候群ののかで、ありました。そうなんだね。なんか結構世の中ね、畜生の人っているもんなんだなと思ってね。でね、その YouTube で見るまではさ、そんな病気さ、そういう人いるなとは思ってたんだけどさ、ね、その頭の回転っていうのかな、ね、と、その体の動きが一致してないんだっていうことは知らなかったからさ、ね、ずっとそういう、なんだろう、言い方は悪いけど、なんていうんだっけ、知恵遅れ的な感じでね、遊んじゃってる感じの人なのかなと思ってたら、そうじゃなくてな、こう脳は正常なんだよね。で、体が勝手に動いちゃうっていう感じだからさ、そりゃあかなりストレスだよね。それずっと抱えて生きてんだもんね。いや、しんどいなってさ、思ったんだよね。そんな人がさ、世の中にはたくさんいるんだなって、その YouTube を見てな、思ってね。いや、みんなよく生きてるよなって思うよ。じゃあ、パンさん、夜行バスって、女性はシートを倒さない人、多いですが、遠慮なく倒してください。そうなんだね。そう、私もなんかちょっと遠慮して倒さなかったから寝れなかったのかなとも思うんだけどさ、後ろに人いるかどうか確認すればよかったのかもしれないんだけど、なんかいそうな感じだったから倒さなかったんだけどさ、だから前の人がね、がっつり、倒してきて、おーと思って。おおとか思ったわけね。いや、これちょっと私も倒さないとちょっと狭いよな、みたいな感じだったんだけどさ。なんかでもあんまり倒せなかったかなっていう感じでね。で、窓際だったからさ。で、停車するたびに私降りてたじゃんか。で、帰りは隣の人いたんだよね。で、がっつり倒されててさ、戻してくれないわけよ。ずーっとそのまんまだったわけよね。だからこの状態から横をさ、前すいませんって言って出てかなきゃいけないんだけどさ、捕まるところがないわけよ。カバーがあるからさ。で、捕まるところがないのをこう行かなきゃいけなくて。でしかも隣の人もさ、フットレストをさ、倒してくれてなくてさ、上げたまんまなんでさ、とにかく手の掴むところもなければ、足の置き場もなくってさ、出るなよって話なのかもしれないんだけど。
私は寝れないし、辛いしでね、とにかく休憩中はちょっと外の空気吸いたいし、体伸ばしたいっていうのがあってね、いちいち止まるたんびに出てたんだけどさ、そんなだったよ。そんなだったよね。みすふなさん、いや、よしさん、ハラスメントしている人に教えるより、同じストレスを与えてやる方が良い薬かも。ねえ、同じストレスをさ、与えるってどうする？だってその人にはさ、わかんないわけでしょ？ねえ、っていう感じ。北海道さん、ジャパンさん、確かに、先日、免許の更新に行きました。ね、イケメンに写真撮れたかな？今日はソードの2の、逆位置だな。ソード2、出てくるか？うーんなんだ。麦のタロット。ソード2。知性や物事の勝利に対する情熱を、調和的に働かせることを示唆しています。集中して物事に取り組むこと、優れたバランス感覚、冷静な判断力。タロットカードでは、水は、精神や潜在意識を表していますが、女性の背後の水はないでおり、彼女が精神を落ち着かせていることがわかります。ソードの8では、拘束され、意図せず目隠しをされているのに対して、ソードの2では、自らの意思で目隠しをし、見る必要のないものをあえて見ないようにしている。なるほど。また、女性の胸は心臓の前で交差しており、大切なものを守る意志を感じます。冷静な選択、判断のためには集中する必要があることを教えてくれるカードです。キーワード、集中を。じゃあ今日のね、フニータ作りのね、教室は、これはいいですねってね、かなり、満足してくれてたね。なんで受けたのかっていうのを聞いたら、頭の中で、なんかいろいろ考えちゃうのを、やめたいと。何か没頭できる時間を、増やしたいっていうので、なんかそれで受けてくれたんだけど、これはいいですね、つって、すごい、満足してくれてて、よかったよ。フニータ作りは没頭できるらしいよ。逆位置。逆位置では理性を調和させ、冷静に対応するという正位置の働きが、過剰や不足に働いている。何か問題を解決したいときは、その問題さえ片付けば全てがうまくいくと考えがちですが、究極のゴールは自分が幸せを感じることであることはいつでも変わらないはずです。そうですね。問題を解決しようと焦るあまり、もっと大切なものを犠牲にしようとしていないか、自分の思いを無視してしまっていないか、カードは示唆しています。はい。逆位置を不足として読む。過剰として読む。前向きな意味やアドバイスとして読む。問題に対して集中しすぎないこと。入れ込みすぎないこと。問題解決につながることをアドバイスしてくれています。負け始めたギャンブラーが負けを取り返そうと引き返せなくなることでトラブルを大きくするように、問題に集中することでかえって問題が大きくなることもあります。時には問題そのものから意識を外すことも大切だと教えてくれています。そうだね。仕事での意味、恋愛での意味、結婚での意味、以上終わりかな。
前向きな意味やアドバイス。結婚や家庭にこだわりすぎないことがかえって幸せ。家庭以外にも目を向ける。考えすぎない、思い詰めないように、気分転換を図るべき。あ、なるほどね。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、集中のカードの逆位置だったので、分散しようか。もうちょいちょっと緩くいこうか、みたいな、そんなカードだったのかな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。腰行きました。旦那さん、周りの気遣いがあっても、夜行バスは寝れない派です。そうだね。そうだね。だから、シート倒しても多分寝れないんじゃないかなと思う。だから最初にね、初めて乗った夜行バス、和歌山に行ったんだけどさ、和歌山に行ったバスは、今思い返せばな、3列シートだったなと思って。で、バスの中にトイレがあるんで、だから途中で休憩ってなんかあんなにしょっちゅうしょっちゅうしなかったような気がするんだけど、要はトイレあるからっていうことね。なんか、それでかななんていうふうに思ったんだけどさ。でね、3列シートで、で、後ろの人いなかったんで、私の後ろはね。だから別にがっつり倒せるなと思って、目いっぱい倒して、で、寝てみたんだけど、結局寝れなかったもんね。今回と同じだったよ。だからあんまり倒さないは関係なかったかもしれないな。てたまさん、北海道さんはイケメン。西船さん、ジャンボフェリーは早い者勝ちです。そうなの？なんか予約しとかないとダメな感じっていうか乗れんのかな、私。ジャンボフェリーは違かった感じがするけどな。カニタンさん、来たジャンボフェリー。ジャンボフェリーネタな。てたまさん、西村さん、ジャンボフェリーは500円追加して、プレミアムスペースを確保すれば、展望風呂も入れて最強なのではないですか？そうなのね。ジャンボフェリーに乗ってる時間ってどんくらいなんだろう。そんなお風呂まで入ってね、ゆっくりしてる時間はあるぐらいの時間乗ってられるのか？北海道さん、ところで現在のたけしはね、たけしだからここに戻してみようかなと思ったんだけど、今日は Amazon の荷物を玄関に入れるだけで私はヘトヘトになってしまったので、今日ちょっとたけし運べなかった感じでございますよ。たけしは今玄関におります。じゃあ、パンさん、わらわら。ヨシさん、二人を結ぶジャンボフェリー覚えたのか？ヨシさん、歌覚えちゃった。てんたまさん、カニタンさんのジャンボフェリー動画期待。ヨシさん、マジでジャンボフェリー乗ってみたい。そうだね。ここでこんな散々なネタにされたら乗ってみたいよね。てんたまさん、ヨッシーさん、ジャンボフェリーの個室でオフ会しよう。ジャンボフェリーどんだけ機能備えてんだ。何でもあるな。北海道さん、家庭、カニタンさん、プレミアムスペース確保したいです。そうだね。北海道さん、俺には、無縁かも。家庭。てたまさん、カニタンさん、プレミアムスペースでオフ会。てたまさん、北海道さんもオフ会。湯豆腐さん、個室ののびのびシートおすすめです。おすすめ来た。おすすめ来たぞ。てったまさん、湯豆腐さん、のびのびしたいですよね。ね。西船さん、おい、ジャンボフェリー。よしさん、てんたまさん、ジャンボフェリーオフ会、推進派ですね。ね、もうそこまでするな。やってくれ。もうそこまでするな。そこまで言うな。
やってほしい。てんたまさん、よしさん。ジャンボフェリーは電子レンジもお湯も使いたい放題で飲めますよ。もうどんだけ充実してんのそれ、2、3泊しないと全部の機能楽しめなそうだな。ねえ、どっからどこまで行くのそんな長距離、行くのかいジャンボフェリーっていうのはな。どうしたあ、BL タイムだ。クータの声だった。クータがねーって言ってたんだ。春だな。クータ一応嫌がってんのか。足で避けてる。なんか、正面から見ると、まんざらでもなさそうなのに、足で、一応抵抗してた。かわいそうになる。電子レンジ。ヨッシーさん、のびのびしたい。いろいろあるんですね。湯豆腐さん、デイリー、山崎行きましょう。デイリー山崎、湯豆腐にあるのか。湯豆腐じゃない。ジャンボフェリーにあるのかな。どうしたのかな。元気だね。元気なことは、まあ、いいことかな。どういったかな、まっちゃくんは。沈めな。まっちゃくんにも家庭は無縁だもんな。デイリー山崎。カニタンさん、ジャンボフェリー公式チャンネル登録しちゃった。みんな洗脳されている。北海道さん、天玉さん、はずいです。なんかはずいことしたかな。西船さん、ジャンボフェリーで年末ジャンボ宝くじやりたすぎる。ジャンボフェリーで年末ジャンボ宝くじができるのか。天玉さん、湯豆腐さん、第三不等そばのデイリー山崎を押すとは、熟練ですね。そうなんだな。北海道さん、盛んね、春ですね。吉井さん、猫は、不満の鳴き声ですね。何が、こう、あっているのね。抹茶が、あれよ、なんだっけ、欲求不満。欲求不満のようだね。散々クーターをもて遊んでおきながらも、まだ欲求不満のようだよ。てんたまさん、カニタンさんをジャンボフェリーで、全力接待をターゲットは絞られた。カニタンさんに決定しましたよ。今度はクータ会が賑やかでございますね、我が家の夜はな。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時くらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。明日は連休最終日なのか。いいゴールデンウィーク